おはよばーん。お絵かき寄生植物のエヴァンマシロです。この度富士見ファンタジア文庫館村田天先生著2023年冬刊行予定のライトノベル俺と妹の血つながってませんでした仮のイラストを担当させていただくことになりました。で、編集さんからね、メイキング出していいよって言ってもらえたので、カバーイラスト描いていこうと思います。配信の時にね、動画テーマについてマシュマロを募集したところ、こんなマシュマロをいただきました。翼のラノベのイラスト可愛かったです。ありがとうございます。個人的には3の案も捨てがたいと思いながら見ておりました。生放送を視聴してて動画ネタのリクエストも送っていいと言っていたので、ぜひ人体圧縮についての解説、練習方法などありましたら教えてほしいです。時々生放送中にお話ししていることがありますが、いざ書くぞってなるとわからんとなりまして、生放送のどの辺でお話ししてたっけとなるので動画出してくれたら嬉しいなと。もしよければよろしくお願いします。わかる。圧縮難しいよね。要するに奥行きの表現ということですよね。これ、パースの理解が絡んでくるので、つまずいてる人結構多いイメージあるな。これ多分理屈の説明はできるけど、実践するにはちょっとトレーニングが必要になるかもしれないですね。確かに難しいんだけど、これができるようになるとかなり絵の自由度が増すし、描くのがもっと楽しくなるので、ぜひ最後まで見ていってください。基本的な考え方としては、まずポージングを考える上での理解の段階としては、3段階あるかな。1つ目は人体の比率を知る。肩から肘までと肘から手首までがだいたい同じだよとか、足の長さとか頭身バランスとか、なんかそういうのの知識の話。で、その次に、その比率をもとにポーズを取れる段階というのがあると思います。人体の比率に基づいて連動する骨格とか中心とか、キャラクター性みたいなものを表現できるようになること。で、最後に、その比率をもとにしたポーズを3次元空間に載せることができると。これが難しいよね。特に角度がついた俯瞰とか煽り。で、これ比率とかこれまで培ってきたことが通用しなくなる感覚がある気がします。足こんな短くなって大丈夫だっけみたいな。よりどころがないというか、楽しく描こうとすればするほど身動き取りづらくなる感じ。これね、考え方にね、コツがあると思います。この左の2つとの根本的な違いとしては、立体の意識が必要になることだと思うんですね。腕だけで見ても、左の2つは平面的な解釈で割と描けるんだけど、右に関してはもう立体として捉えないといけない。真ん中も画角によってはパースが効いてくるんですけどね。なので、まずは立方体と円柱をどんなアングルでも描けるようにしておくっていうのが良いと思う。逆に言うと、それさえできてしまえば、あとはそれの組み合わせよ。で、これを攻略するために3つポイントがあると思います。1つ目は円柱や立方体に置き換えて考えてみるということです。腕とか足って結構複雑な局面の連続なんですよね。太くなってたり細くなってたり。で、これがややこしくしてる原因だとも思うんですよ。例えば、円柱を下から見上げると、手前が大きくなるじゃないですか。で、ふくらはぎで足首にかけて細くなるじゃないですか。じゃあ、下からふくらはぎを見ると、どうなるのよと。言うともう思考回路がショート寸前で今すぐ泣きたくなっちゃう感じになるじゃないですか。これは一旦円柱に置き換えてみて、この太さの差を取っていくと、割と形が複雑なものもそれなりに正確に描くことができるようになります。これを一般的に上から見た台形の法則というんですが、一般的には言わないか。エヴァが今思いついたやつだったわ。一般的に言われてるやつです。上から見た台形ってさ、パースとの兼ね合いで書くのが難しいけど、一回立方体書けば書けるよねという理論です。いや、理論ってほどじゃないな。おこがましいな。そういう考え方です。二つ目は断面を意識するということ。圧縮がかかっているところは断面が重なるんですよね。前に突き出した手も無理にアウトラインを取ろうとするのではなく、断面の連続として考えると破綻しにくいですね。で、比率と合わせておおよその断面の形を頭に入れておくとね、考えやすいですよ。例えば腕なら、二の腕は縦の長円形だけど、肘から下は横位置になると。
足なら太ももの付け根は三角っぽくて、膝に行くにつれて四角くなって、膝下はすねの骨が出るので三角おにぎりっぽくなって、足首は筋張ってくるのでひし形っぽい長円形になるみたいな。出張ってるのが筋肉か骨かで、姿勢によって形が変わったりもするんですけど、この辺はね、段階的に理解していけばいいかなと思います。迷ったら写真とか自分の体で確認してみるとよくわかります。3つ目は大事なところの位置を先に決める。手を描いた時にみたいに、手の場合は先に手前の手のひらを描いて、その後に関節とかポイントになる断面を描いて、最後に間をつなぐというやり方がやりやすい気がします。キャラ全体のレイアウトを決める時にも言えて、コツというかエヴァの癖かもしれないんですけど、書く前にまずパース線引くみたいなのやるとあんまりうまくいかないんだよね。ていうか難しい気がする。なので、オーラフを書いて各パーツをどのくらいのサイズでどこに置くのか、狙いみたいなものを先に決めてから、それに合わせてパースを設定するという順番でやった方が、狙いがブレない気がする。で、これ辺よくわかんない場合はね、3D モデルを使うのも全然ありだと思います。だけどその場合も一旦手書きラフでレイアウト決めてからパース探す方が、メバーやりやすいかな。パースとしては正しいけど、何が伝えたいんだっけっていう絵にならないように注意したいですね。そんなところを踏まえた上で実践していきましょうか。絵の狙いを決めていきます。ライトノベルのカバーを描いていく上で、やっぱりその作品らしさを表現するという必要があるので、まずは作品のあらすじを紹介します。俺と妹のくるりは似てない。俺は堅物で真面目だけど、妹は学校で問題行動を起こすし、髪の毛は染めるし、ギャルだ。でも、実はコウセツとクルリは血が繋がってないんだ。俺はエロ漫画家の母さんの連れ子で、クルリは警察官の父さんの連れ子。末の妹の四つ葉が今の両親の子供だった。だが、クルリは今までも、そして今も知らないまま、普通の兄弟を超えたスキンシップを俺に繰り返してきていて、ちょっといびつだけど誰よりも幸せな家族たちが送るアットホームラブコメディ開幕。血の繋がっていない年頃の妹と普通の兄弟を超えたスキンシップだと。これ以上ないくらいラブコメの舞台が整ってる。ね、設定は結構ベタっぽいんだけど、もう家族の絆の話なのよ。で、キャラがいいのよ。クルリちゃんほんと可愛い。このね、良さが読んでない人にも少しでも伝わるように、この作品の魅力を体現するカバーであることが、求められると。これはね、編集さんと打ち合わせをしながら決めていきます。で、具体的にはこんな感じでいこうかなと。これ編集さんの性癖混ざってないまあ。これどこまでがマーケティングで、どこからが編集さんの性癖なのかとか、エヴァの性癖も混ざってないかとか、何に分類されるとかも些細なことですよ。これらに加えて、ラノベカバーの使用上の制約みたいなものはありますね。タイトルのスペースを確保しないといけないとか、ライトノベルには帯があるので、大事なものを帯に書けないとか。これらをレッツラ混ぜ混ぜしていきながら、ラフを4話進めています。早速ポイントの1つ目と2つ目を複合的にやってみています。オーラフを書いた後に描画モードを上山に設定したブラシで断面の確認をしていますね。胴体とか強く圧縮がかかっているところはグレーが濃くなっているというのがわかると思います。これシルエットもね、確認できるので手軽でおすすめなやり方です。で、最終的に左上の1が採用されたわけですが、これ圧縮の考え方のポイントとして説明した3つ目。最初にパースを考えるのではなく、最初に何をどこにどれくらいの大きさで置きたいかを考えて、それに後からパースを合わせるというやり方を実践しています。特に今回の場合、顔の位置は絶対上の方になるんですよね。で、その上で表情の出やすい手とか足とかの大事なものを置く場所をまず決めると。それで、それが整合性を持ったまま収まりそうなパースを探すと。で、そのパースをもとにさらにズレを修正しつつ全体の整合性をもう一度取っていくという感じです。整合性とは言ったものの、このパースね、背景描くときにはガイドとして使えるんですけど、あくまで画角とか全体の空間を定義するものでしかないんですよね。つまり、棒立ちの場合はともかく、自然な姿勢の場合ってひねりとか傾きがあるので、ブロックで置き換えたときに何一つパース線に乗らないこともある。
こんな感じに。このつかみどころのなさがね、難しさたるゆえんな気がするな。考え方としては、頭の大きさがあって、その頭に対しての肩幅。で、肩幅に対しての胴の長さみたいに、基準となる部位に対して相対的なバランスを、この全体のパースを踏まえながら考えていくという感じですね。この絵の場合は左手を下に下ろしているので、手のひらがこの位置だから、肩との中点に当たる位置が肘の位置で、その場合はくびれもだいたいこの高さかなみたいな。あとはね、実際に補助線を描くことは少ないですが、手や足の場合はそれを動かしたり、畳んだりした時に、違和感のない位置関係やバランスになっているかシミュレーションしていくとより精度が高まる感じがします。こんな感じで部分と全体を行き来しながらバランスを整えていきます。ここが一番難しくもあり、できたらね、楽しいところでもありますね。ただこの工程は 3D で置き換えてしまってもいいかもしれないですね。ラフができたら線画に入っていきます。線をクリーンアップしていくときも必要に応じて部分的にラフを追加しながら線を探していきます。線ができたら背景をざっくり塗っていきます。今回は主人公であるコウセツくんのありなし差分を作成します。背景の色味が決まったらキャラのマスクを切っていきます。マスクが切れたら影入れをしていくんですが、最近ちょっとね、テクスチャ系のブラシに凝り始めていて、慣れないなりに色々使ってみています。ある程度キャラに陰影がついたら背景も書き込んでいきます。フローリングのツヤ感と毛足の長いカーペット、ソファーの質感などを意識しながら仕上げていきます。アクセサリーを追加して各種調整をしたら完成です。それでは完成したイラストを見ていきましょう。富士見ファンタジア文庫より刊行予定の村田天先生著俺と妹の血繋がってませんでした過去仮のカバーイラストを描いていきました。俯瞰で難しい構図でしたが、順序立てて組み立てていくことでバランスよく構成できました。くるりちゃんのいたずらな表情とほのかに漂う背徳的な色気をいい感じに表現できたのではないかと思います。いい絵が描けてしまった。いろいろ言いましたけど、結局はやっぱり円柱立方体をどんな角度、パースでも描けるようになるようにするっていうのが大事な一歩になる気がします。ということで、今回の動画は以上になります。よかったらチャンネル登録と高評価をしていただけると励みになります。山に解説してほしいことなどがあればコメントやマシュマロで教えてください。それではまた次の動画で。バイバイ。ここだけの話、くるりちゃんのお風呂シーン、あります。